こんにちは。今日はベトナム旅行11泊のホテルをまとめたランキングです。旅行中は高級ホテルから激安ホテルまで様々泊まりました。まずは第3位です。初日に泊まった激安ホテルです。安いんですが、スタッフの方がホテルの場所が奥まって分かりにくいので、近くの大通りまで迎えに来てくれ、着いたばかりで日本と違う大きな単位のお金の使い方まで教えてくれ、とても親切でした。建物内はこんな感じ。部屋はここです。部屋の中も広く綺麗です。トイレとかも特に問題ありません。1泊1人2000円なら全然ありです。次は第2位です。高級ホテルロッテホテルハノイです。こちらは5つ星ホテルです。今回はたまたまセールで安く泊まれたんですが、通常2万くらいします。高層ビルでロビーや廊下は広く、新しくはないですがゆったりした作りです。ですが特にウェルカムドリンクはなく、1階の荷物預けるとこのスタッフさんは感じよかったんですが、フロントの方は日本であるような来てくれてありがとうお疲れ様、そんなウェルカムな感じはなく、ツーンとした感じでした。高級感漂わせるためなのか、偉そうな感じに私は感じました。お部屋の方はさすがにゆったりしたサイズ感です。もともとがフロント自体が高層階なので、どのお部屋でも景色は良さそうです。部屋自体は今回一番良かったです。部屋からの景色はこんな感じ。夜はハノイの夜景も見ることができます。水回りの設備もさすが高級ホテルなだけあります。なんといっても日本人には嬉しいスタブがあるんですね。また宿泊者は無料で使えるジムとプールとサウナ、ジャグジーが使えます。どれもゆったりした広さで良い感じです。私が行った時期は寒くてあまりプールって感じではなかったですが、暑い時期はいいですね。朝食をつけない宿泊プランもありますが、こちらの朝食は人気なんです。夕食はもともとありませんが、朝食バイキングはつけた方がいいと思います。種類も豊富でどれも美味しかったです。使ってる食材もさすが高級ホテルなだけあってちゃんとしていました。第2位になった理由はやはり人です。フロントの感じ、あと無料で使えるプールのフロントの対応が、宿泊約2万する高級ホテルとは思えなかったです。設備やこの朝食は素晴らしいです。設備の充実度を取るなら良いホテルだと思います。また無料では利用できませんが、ロッテホテルにはエビアンスパがあります。高級エステです。メニューにもよりますがお値段はそこそこします。こちらも設備とか悪くないし、エステ仕上がりも良かったのですが、スタッフが合いませんでした。でも無料では利用できませんが、トップオブハノイといい、屋上65階に絶景バーがあります。行った時は残念ながら天気が悪く景色も見えづらいですが、無料ショーもやっていて、ここのスタッフはとてもいい感じ。ロッテホテルはプールやこのバーなど天気と気候が良ければとてもいい感じです。ホアンキム湖など繁華街にはちょっと遠いので、ホテル内ホテル周辺でのんびりしたい方にはいいホテルだと思います。第1位に行く前にチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ここは本当に良かったです。1位はこちら、ラ・シェスタホテル&スパです。こちらは1人8960円。ロッテホテルがたまたま今回安くて同じ料金ぐらいでしたが、ホテルレベルは中の上、星4つです。非常にスタッフの感じが良かったです。ホテル前でタクシーを降りた瞬間、ドアマンが駆け寄り、タクシーから荷物を下ろして持って行ってくれました。すぐさまソファーに案内され、来てくれてありがとうって迎え入れてくれ、このようにウェルカムドリンクも出てきます。そしてロッテホテルではやってくれなかった部屋までの案内もしてくれます。こちらは最終日利用で、飛行機の関係で早朝5時には出ていかなければいけなく、チェックインの時に事情を話すと朝弁当も作ってくれました。早朝弁当を渡すために本来はフロント空いてないようなんですが、
タッフの方がロビーで待機していて、めちゃくちゃ頑張って起きた感じでチェックアウトしてくれました。早朝なのでお休みだったんでしょうね。ほんとスタッフの方がとても皆さん感じが良かったです。こちらがお部屋になります。ロッテホテルほどゆったりはしていませんが、全然広いです。トイレやシャワー設備もちゃんとしていて十分です。アメニティなどは高いホテルほど充実はしていませんが、高級ホテルだからって質が上がる感じではありません。タオルやバスローブに関してはこのクラスにならないとふわっとした感じではありませんでした。茶関係には中級以上で無料ティーがあります。安いホテルにはないですが、冷蔵庫の中などは無料ではないのでなくてもいいかなと。面白かったのはこれ。こちらのホテルにも無料ではありませんが人気エステがあります。高めは高めですがエビアンスパより少し安いんです。安い分かエビアンスパのような無駄に広々す高級感はありませんが、十分綺麗で落ち着いた雰囲気です。ここのすごく良かったところは、手術前にカウンセリングがあり、好きな香りや効能のオイルを選んだり、カルテに体の絵があり、疲れているとこや乾いているとこ、気になっているところを書いて伝えることができます。シックな赤を基調にした雰囲気で落ち着いた感じも気に入りました。図は足湯に浸かります。ちゃんと暖かくほぐれます。はい、終了しました。しっかりいったとこはほぐしてもらえたし、肌もしっとり。全然こっちの方がいいですね。ランキング1位から3位はこんな感じです。ランキングには入りませんが、空港近くで使ってよかったホテルです。こちらはノーバイ空港からも歩いてこようと思えば歩ける空港近くのホテルです。安全に寝れたらいいと思って選んだのですが、スタッフが少年たちなんですよね。すっごく頑張っていて対応が早い。若干近くの繁華街がうるさいですが、疲れちゃってるので全然寝れます。日本で安いホテルに泊まるとタオルがなかったり冷蔵庫がなかったりですが、こちらはちゃんとありました。実はここダナン行く前後に2泊しました。なのでダナン行ってる間無料で荷物も預かってもらい、早朝の空港送迎もしてもらいました。2泊目だからかいい部屋に変わりました。この値段で荷物もずっと預かってくれ、ダナン行きでトラブルがあったんですが、スタッフさんが対応してくれ、すごく良かったです。早朝便や深夜便で近くで泊まりたいって方はおすすめです。こちらも3位には入りませんが、中級だとこんな感じというホテルです。これなら3位の安ホテルで十分。ホテルデュモンドクラシックです。門構えは高級ホテル風なんですが、ロビーで待っているとゴキブリがいました。この時点でテンション下がっちゃう。宿泊料金は1人3549円。部屋の方は今までの中で一番狭いです。敷金もいまいち。3位の1人2000円のホテルでもこれの 1.5 倍の広さはありました。水回りの方は普通な感じです。特に問題はありませんでした。まるで無料風に置いてあるお菓子は有料です。冷蔵庫の中身も同じく有料でした。こちらも夕食はありませんが朝食はついています。一番上の階が朝食会場だったのですが、景色が良かったです。こちらはバイキングではなくフォーが出てきます。フォー以外には頼まないと出てこないんですが、卵を焼いてくれます。目玉焼きかスクランブルエッグでした。またこちらも聞かないと教えてくれないんですが、フルーツやジュースも食べ放題です。しつこいのも嫌ですが、あまりにも案内がなさすぎて分かりにくかったです。次はロッテホテルがもしセールではなく通常料金で泊まっていた場合、こちらが2位になっていました。こちらもすごく良かったです。シェントプレミアムホテルです。こちらも1位と同じくチェックイン時のスタッフは大歓迎モード。ちゃんとウェルカムドリンクにフルーツが盛りだくさんと出てきます。このスイカの生ジュースがめちゃくちゃ美味しい。おかわりもでき、お持ち帰りのジュースもくれます。こちらもスタッフの方が部屋まで案内してくれます。こちらは宿泊1人4897円なので全然期待してなかったんですが、とてもいい感じです。部屋の方はめちゃくちゃ広くはないですが、かなり広い方です。落ち着いた雰囲気のインテリアです。こちらのホテルは星4つです。保安器向こうに非常に近く、歩いて 1,2 分で到着します。立地はとても最高な場所です。今回は窓なしの部屋を頼みました。
のでここの場所がフロントの真上になります。水回りの方はこちらもロビーと同じで黒と白を基調にした雰囲気です。何も問題はありません。冷蔵庫の中には有料ドリンク、ベッドの方もとても寝心地がいい感じです。フロントの上ということなのでこのようにロビーが見えちゃうんです。ですが特に物音など聞こえてうるさいっていうことはありませんでした。朝食も美味しく、部屋の広さは狭いんですが、出来たてのオムレツやフォーを頼んだら持ってきてくれるので自分で行かずに済むので助かります。いかがでしたか？少しは参考になったでしょうか？次は番外編の南のホテルの案内です。三池ビーチ沿いにあるダリソンホテルダナンです。こちらもロッテホテル同様星5つの高級ホテルになります。手違いがあったのもありますが、フロント対応悪く、三池ビーチで過ごしたい、泳ぎたいって時はいいかもしれませんが、もう止まらないと思います。今回の旅の印象で、高級ホテルほどフロントの人がツンとしていて、部屋まで案内してくれず、ドアマンはあまり働かない。中級ホテルの方が日本の高級旅館並みにスタッフ皆さん大歓迎な雰囲気で迎え入れ、ウェルカムドリンクやサービスが良く、ドアマンがよく働く印象でした。部屋の広さや設備、無料で使えるプールなどは高級ホテルはとても充実はしてるのですが、リゾート地だと出かけないでホテルでのんびりもそれもいいんですが、ベトナムだといろいろ行くところがあって、私は設備面充実よりもスタッフの感じが良いホテルが良かったです。なので高級ホテルよりもお値段もお手頃な中級レベルのホテルで全然十分に感じました。こちらのホテルにも屋外プールがあります。すごい良い雰囲気なのですが冷たい。ロッテホテルもですが、こういうプールとか設備が素敵なホテルはそれが使える時に来ないとダメですね。朝食に関しても激安ホテルはありませんが、どのホテルも出来たての卵料理、オムレツやスクランブルエッグなどを作ってくれます。ベトナムなので必ずと言っていいほど出来たてフォーも食べることができます。味に関しても中級と高級でそんなに差はありません。バンダホテルです。1人1泊3300円、星4つのホテルになります。ドラゴンブリッジのすぐ近くの立地です。部屋の方は広くゆったりした感じです。水回りも特に問題ない。部屋と水回り、アメニティなどに関してはダリソンホテルとそれほど大きな違いはありません。大きな違いは立地の問題ですね。ダリソンホテルからは海を眺めることはできますが、こちらの方は街の中にあるのでこんな景色になります。夕食を食べに行ったり、少しコンビニでお買い物をする、そういう点ではやはりこっちの方が立地的に便利です。またどっかに行くって時もこちらの方が行きやすいですね。以上、私が良かったホテルランキングです。新しいホテルもできてると思いますが、ハノイ行く時の参考にしてください。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は金曜20時、すごろく小屋泊まってみたらです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？